はい、こんにちは。今回なんですけれども、Apple AirPods Pro 第2世代ですね。こちらを私は発売してすぐにですね、購入したんですけども、前回ファーストインプレッションレビューの時にやった通り、この AirPods Pro 2を使っているとなんかプチプチですね、音がしちゃって、音楽が途切れちゃうというか、音楽視聴にですね、影響があるということで、これどうしたもんかなという話をしたんですけども、その後ですね、Apple の方に問い合わせて、結果的に言うと交換対応をしてもらって、問題なく動くようになったということで、今回はですね、そのご報告となります。今日の動画ではですね、レビューというよりかは、実際ですね、どんな症状がですね、起きたかっていうのをご紹介するとともに、修理ってですね、どんな感じになるのっていう話とか、修理前にですね、こういうことをやってみるのもいいんじゃないのって話もですね、していきたいと思いますので、ぜひですね、最後までご覧ください。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心に、細かくしっかりとですね、レビューすることをポリシーとして運営しているチャンネルとなりますので、まだチャンネル登録されていない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。励みになります。それでは行ってみましょう。はい。ということで、今回ですね、AirPods Pro 修理に出しましたという話なんですけども、そもそもですね、どんな症状がですね、起きたのかっていうのをですね、前回の動画をご覧になってない方のためにご紹介したいと思います。冒頭でもね、少しご紹介したんですけども、普通にですね、もちろん音楽を聴くことはできますし、根本的にですね、どうしようもないっていう話ではなかったんですけども、音楽を聴いていると、なんかプチプチとですね、たびたび音がですね、切れるというか、イオンが入るみたいな感じで、音楽がですね、快適に聴けないという症状がありました。ノイキャンの時もそうでしたし、外音取り込みとか、ノイキャンオフにした状態で聞いていても、ノイキャンの時よりは症状は少ないような気はするんですけども、そんなですね、症状があったということで、初代のですね、AirPods Pro も私は持っていて、そちらではそんな症状はなかったので、これはおかしいなということで、前回の動画でですね、他のですね、YouTuber さんの動画を見てみて、同じことを言ってるかどうかっていうのをチェックしてみた後に、Apple にですね、問い合わせてみようかなっていう話をしたんですけども、他のですね、YouTuber さんの動画なんかを見ていても、そんなですね、プチプチと音が鳴るとかそういう話はしていませんでしたし、初代の AirPods Pro でもプチプチとですね、イオンが鳴ったりして、リコールというか交換対応しているって話もですね、一時期 YouTube でも話題になったりなんかもしていましたので、そういう状況もあるのかなと思って Apple の方に問い合わせをしたという流れになっています。修理のですね、流れってどんな感じになるのっていうのをですね、知りたい方もいらっしゃると思うので、今回の流れもご紹介しておくんですけども、まず私ですね、電話で Apple のサポートの方に問い合わせしたんですね。それが9月26日の17時頃となります。そちらですね、電話してみると、どんな症状ですかっていう話を聞かれたりとか、あとシリアル番号を教えてくださいとかですね、細かい質問がされまして、それをですね、お伝えした後に、この問題を解決するためにやったことっていうのもですね、聞かれるんですね。私の場合は iPhone とですね、ペアリングを切りまして、具体的に言いますと、Bluetooth の設定画面からこのインフォメーションのマークを押して、一番下からこのデバイスの登録を解除というので、解除してもう一回ですね、ペアリングしたということはやったんですけども、そのオペレーターの方にリセットもですね、やりましたかっていうのを聞かれまして、リセットをですね、やってなかったので、まだやってないですっていう話をしたら、メールでですね、リセット方法の URL が送られてきまして、それをですね、オペレーターの方と一緒にリセットするという感じになります。リセットした後に5分ほどですね、1回使ってみてくださいということで、電話が1回切れまして、5分後ぐらいに電話かけていただいて、やっぱりですね、症状が変わらなかったので、その旨をお伝えしたら、修理対応になりますということになりました。修理もですね、実際に検査してみて、異常があるかないかをチェックしてもらった後に、修理になるということで、どんな対応になるかっていうのはその時点では分からなかったんですけども、修理をしてもらえるということになりました。で、修理するのは2パターンありまして、Apple Store に自分で持ち込んで対応してもらうパターンと、郵送でですね、AirPods Pro を送って修理センターの方で検査してもらうっていうパターンの2パターンがあるということで、どちらがいいですかっていう話をされまして、私はですね、Apple Store にちょっといつ行けるかっていうのが分からなかったので、今回は郵送対応ということにしました。で、その場でですね、いつ集荷しましょうかっていう話になり、次の日の午前中希望で集荷のですね、お願いをしたという流れになります。そうしましたら、次の日ですね、9月27日の午前中に集荷予定だったはずなんですけども、なぜかですね、集荷が来なかったので、その日の14時前にもう一回 Apple に問い合わせして、午前中に集荷に来てもらえるという予定だったんですけども、来ないんですがどういう状況ですかというですね、問い合わせをしたところ、Apple からヤマト運輸の方には連絡は行ってるけども、ちょっと1日ずれちゃってるようですという話になり、結局ですね、集荷に来ていただいたのが9月28日の午前中と
いうことになります。習慣の際っていうのは、イヤーピースを両方外した状態で待っていればよくて、こちらの方で梱包したりとか、そういうこともしなくてもよくて、ヤマト運輸で段ボールとかですね、用意してくれるということで、この状態で待ってればいいという感じになります。このままですね、ヤマト運輸の方にお渡しして、その場でですね、もう集荷は終わりという形になりました。その後、1日空いて9月30日に Apple の修理センターの方に到着したということで、その後ですね、ちょっと音沙汰なくメールなんかも来ずにですね、どんな状況かわからなかったんですけども、10月5日の午前中に Apple からですね、9月30日に到着しましたというメールが来まして、メールぐらいすぐ送ってくれればいいのにと思いつつ、9月30日にちゃんと到着していたんだなっていうのが改めて分かりました。その日のですね、夕方ですね、10月5日の16時33分に修理完了しましたっていうメールが来まして、ヤマト運輸の追跡番号もですね、一緒に付けられて送られてきたという感じになります。この時点ではですね、どんな感じの修理をしたかっていうのは分からなかったんですけども、次の日ですね、10月6日に到着しましたという流れになっています。送られてきた段ボールの中を見ると、こんな感じの紙が入ってまして、Apple Care サービスとなっていて、プロダクトサービスサマリーということで、こんな感じのことをしましたよっていうのが入っています。お預かりしている製品の修理が完了しましたと。で、診断テスト及び可能なトラブルシューティングも実施して問題ないですよっていうのが入っています。で、今回の修理では以下の部品を交換いたしましたということで、AirPods Pro 2の右耳と左耳を交換しましたとなっています。こちらですね、以下の部品をって書いてありますけども、中身を分解して中のものを交換したっていうよりかは、イヤホンそのものを交換したということのようですね。具体的にですね、どのような検査をしたかとか、それでどういうところに問題があったから交換対応になったかっていうのまではわからないんですけども、こんな感じでですね、新しいですね、AirPods Pro 2を届けてくれたという流れになっています。こんな感じで、私がですね、イヤホンが使えなかった期間っていうのは8日間となっているんですけども、その期間ですね、代替品をですね、貸し出してもらいたいとかそういうことはないので、もしですね、極力イヤホンがですね、使えない期間を短くしたいという方は Apple Store に持ち込んだ方がその期間が短くなる可能性が高いと思います。Apple Store に持ち込んだとしても、その場でですね、すぐ交換対応になるのか、一度ですね、預けて後日ですね、交換って感じになるのかっていうのはわからないですけども、使えない期間っていうのは短いんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、こんな感じのですね、修理の流れにはなってるんですけども、やっぱり修理にですね、出すのもいいんですけども、やっぱりその前にですね、自分でできることをやってみて、それで治ればですね、いろんなですね、やり取りとかもしなくていいですし、楽だと思いますので、修理前にやっておいた方がいいなと思うことをですね、いくつかご紹介したいと思います。まずやっておいた方がいいものの一つ目としましては、iPhone 側のアップデートですね、こちらをですね、やってみるのもいいんじゃないかなと思います。iPhone ってですね、結構アップデートってよく来ると思うんですけども、そのアップデートによって新機能の追加もあったりとか、バグの修正なんかも入っているでしょうから、こちらですね、新しくするのをお勧めします。そして2つ目ですね、やっておいた方がいい点としましては、再ペアリングですね。AirPods Pro のですね、このデバイスの登録を解除っていうのをやって、もう一回ですね、接続するということをやっておいた方がいいかなと思います。これでですね、治ることもあるようなので、こちら数分で終わりますからやってみるのもいいかなと思います。で、最後ですね、これをですね、私はやってなかったので、オペレーターの方とですね、一緒にやるっていうことになって、ちょっとですね、オペレーターの方にもちょっと迷惑かけちゃったかなと思う部分ではあるんですけども、AirPods Pro 自体のリセットですね、こちらもですね、やっておいた方がいいですし、Apple に問い合わせをしても、こちらですね、やってくださいと言われると思うので、やってみてください。リセットの方法のですね、URL、概要欄にも貼っておくので見ていただきたいんですけども、まず、AirPods Pro をイヤホンケースに入れます。この状態で30秒待ちます。で、30秒待ったら充電ケースの蓋を開けます。で、AirPods を耳につけた状態で iPhone に接続し、設定の Bluetooth からこちらですね、AirPods Pro のこの I のマークですね、インフォメーションのマークを選びます。一番下に行きますと、先ほどと同じようにこのデバイスの登録を解除と出ますので、これをタップし、もう一回デバイスの登録を解除します。はい。こうすると、ペアリングが切れるようになりますね。そして AirPods を1回ですね、ケースに戻しまして、イヤホンケースの裏にボタンがありますね。こちらを15秒押すと、最初はですね、白く光ってるんですけども、この後ですね、一旦オレンジにインジケーターが変わって、また白く点滅するようになります。はい、オレンジになって、またですね、白に戻るという感じですね。これでリセットができましたので、そうなったらまた接続するという流れですね。これをですね、一回やってみて、症状が変わるのか変わらないのかっていうのをチェックしてみてください。ここまでやってですね、やっぱり何かおかしいということがあれば、Apple の方にですね、問い合わせしてもすぐですね、修理対応という話になると思いますので、こちらですね、一度やってみることをお勧めします。
はい。ということで、AirPods Pro 第2世代の続報ということで、ファーストインプレッションレビューの時に不具合っぽいですね、異音が鳴っていたけども治りましたというご報告の動画となりました。やっぱりですね、製品ですね、これだけ大量に作っていると初期不良が起こるっていうのはしょうがないと思うので、もしですね、使ってみてなんかおかしいなと思ったら、先ほどみたいなリセットを一回やってみて、Apple の方に問い合わせてみるっていうのもいいかなと思います。やっぱり Apple はその辺ですね、サポートなんかもしっかりしてまして、オペレーターの方も丁寧に対応してくれますので、疑問に思ったら、せっかくですね、4万円ぐらいするですね、高級な買い物をしているわけですから、どんどんですね、サポートも利用してみるのもいいなと思います。ただですね、自分でできることはやってみた方が、お互いですね、時間も使わなくていいですし、幸せだと思うので、今回ですね、ご紹介した部分とか一度やってもらって、それでもダメならですね、ぜひですね、Apple の方に問い合わせてみてください。今回ですね、こうやって初期フローがですね、たまたま当たっちゃったということで、ちょっと残念ではあるんですけども、しっかりとですね、対応していただいて、快適にですね、使えるようになったので、今後ですね、どんどん使っていって、他のイヤホンの方の比較だとか、このチャンネルではご紹介していきたいと思います。はい。ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ウェルネスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしてますので、これからもチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。